皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り上げていきます。日本ではウクライナ情勢に関するニュースは地上波のニュースではなかなか取り上げてはくれません。それだけにこのチャンネルでウクライナ情勢の情報を更新していってください。今回取り上げる主な話題は2つ。まず第一に、ロシアのお金を使ってウクライナ支援をしようという動き。2つ目は、北朝鮮関連の動き。ウクライナ軍との戦いに北朝鮮兵が現れるのも、もはや秒読み段階に入ったようです。その関連ニュースを追っていきましょう。まずは日本の動き。日本、ウクライナに4700億円融資。ロシア凍結資産活用で。主要7カ国によるロシアの凍結資産を活用したウクライナ向け融資で、日本が4719億円を担うことが28日分かった。総額500億ドル、約 7.6 兆円を EU とアメリカ、イギリス、カナダと分担する。世界銀行に置く基金を通じて円建てで貸し出す。G7 議長国のイタリアが各国地域の分担額や融資の詳細を公表した。約500億ドルのうち EU は181億1500万ユーロ。約3兆円、アメリカが200億ドル、カナダが50億カナダドル、約5500億円、イギリスが22億5800万ポンド、約4500億円を負担する。いずれも原則、自国通貨建てで融資する。日本は4719億円を担い、国際協力機構 JICA による円借款として資金を出す。この円借款というのは無料でお金をあげるのではなくて、お金を貸しますよということを意味します。日本は世界銀行の下に置く基金を通じて融資する。軍事目的に使われることを避けるため、使途などを管理しながら拠出する。G7 構成国とウクライナとの2国間融資とする。各融資は早ければ12月に始まり、遅くとも2027年12月までに実行する。満期は最低でも30年以上とした。ロシアの凍結資産から元本や利息を上回る運用益が生じる場合は早期返済に充てる。G7 は25日に首脳声明を発表し、凍結資産を活用する支援策で最終合意した。西側諸国がウクライナ侵略への制裁で凍結した EU 内のロシア資産から生じる運用益を融資の返済原資に充てる。各国の分担などの詳細はイタリアが後日公表するとしていた。ロシアの凍結資産をもとにしてウクライナ支援を行おうという動きについては以前から継続的に取り上げてきました。直近の動画の中でもフランスがこの凍結資産を使ったウクライナ支援について詳しく解説を行いました。それはロシアの凍結資産から生まれる利子配当収入などを元にして自国の防衛産業にお金を渡し兵器を生産、その出来上がった物品などをウクライナへ支援するといった形で支援を行うフランスは自国産業にお金をつぎ込むことができ、受け取るウクライナとしてはタダでもらえるわけですから、それをロシアとの戦争に使うことができます。国際法に違反しないようにするために凍結資産そのものについては手をつけず、あくまでも生まれてくる利子配当などを元にしてウクライナ支援をする。この話の中で損をするのはロシアだけで、ロシアは国際法違反の他国への軍事侵略を行っており、まさに自業自得の動きというわけです。そして今回の記事では日本もまたこの方式を使ってのウクライナ支援に乗り出します。先ほどの例と同じようにして凍結資産から生まれてくるお金を返済するためのお金として設定し、ウクライナにお金を貸すということを行うわけです。この場合でもウクライナはお金は借りるんだけれども、その返済にはロシアの凍結資産から出てくるお金が充てられるので、ウクライナ自身が借金に苦しむことがないわけです。ただし、フランスと日本との場合における違いは、軍事支援か経済人道支援かというところに大きな違いがあります。フランスの場合であれば、自国の防衛産業にお金をつぎ込んでいますから、産業育成にもなります。一方で日本の場合だと経済人道支援を主体としていますから、日本国内にお金が落ちるといったことはちょっと難しいかもしれません。例えばウクライナ現地における地雷の撤去活動や、もしくはロシア軍が行っているインフラへの攻撃、例えば発電施設が攻撃されてなんとか復旧しなければならないとなった時に、日本から発電機を送るというよりは、おそらくは近場のヨーロッパで発電機などを調達し、現地へと持ち込み、電力会社を支援するといったことなどにお金が使われることでしょう。この場合だとどうしても日本企業の出番というものはないかもしれません。ただし、たとえそうであったとしても、融資に対する返済資金が
ロシアの凍結資産であるというその性格上は変わらないわけですから、やっぱりどう見たってロシアにとっては嫌なお金の使われ方というわけです。ですから、今回のような仕組みを前例として作ることは非常に重要です。なぜならば、同じような事例が発生したときに、例えば、中国が台湾へと攻撃し、それに付随する形でアメリカや日本といったその周辺国との戦闘が拡大した時に同じような枠組みが今後も応用することが考えられるわけです。前例のないところから様々な議論を通して支援の枠組みを作るのに比べれば、前例ができた後であれば、あのやり方をもう一度といった形で後に続くことがやりやすいわけです。ただし、経済人道支援は非常に大事なことではあるものの、ロシア軍という軍事力行使に対しては、跳ね返す力があるわけではありませんから、私は自衛隊の退役金の供与や、もしくはレンドリースのような形で、戦後返してくれればいいよといった形で、防空兵器を貸し出して都市を守るために使ってもらうなど、もう少し日本の海外支援のあり方も議論してほしいものです。続いては北朝鮮兵のロシアへの派遣について情報が更新されているので関連ニュースを見ておきましょう。北朝鮮軍ロシアクルス地域に展開。NATO 事務総長が確認。NATO のルッテ事務総長はロシアに派兵された北朝鮮軍部隊がロシアクルスク地域に配備されたことを確認した。ルッテ事務総長は北朝鮮のロシア派遣に関し、韓国政府の代表団から説明を受けた後、ロシアと北朝鮮の軍事協力の深化はインド太平洋及びヨーロッパ太平洋地域の安全保障の両方にとり脅威と述べた。さらに北朝鮮の派兵は、ウクライナにおけるロシアの違法な戦争に対する北朝鮮の関与の重大なエスカレーションで国連安全保障理事会の決議違反、かつ戦争の危険な拡大と警鐘を鳴らした。ロシアのプーチン大統領の絶望が高まっている兆候とも指摘し、プーチン大統領の戦争でロシア軍兵士60万人超が死傷しており、外国の支援なしにはウクライナへの攻撃を継続することはできないという認識を示した。ウクライナのイェルマーク大統領首席補佐官は、制裁のみでは北朝鮮の関与に対する十分な対応にはならないと強調。北朝鮮の関与拡大を防ぐための武器と明確な計画が必要という認識を示した。そして、北朝鮮によるロシア支援、その内容についての関連ニュース。ウクライナ、ロシア砲弾 60% が北朝鮮製、品質悪くて不発弾多数。ロシアがウクライナ北東部激戦地で使用している砲弾の過半数が北朝鮮製だという分析が公表された。北朝鮮製砲弾は品質問題で標的に命中しないか、不発の場合が多いという。ウクライナ軍のハルキウ地域の報道官は、ロシアが発射した 122mm ロケット砲弾、152mm 自走砲弾のうち 60% が北朝鮮製だと明らかにした。報道官は、ウクライナに向かって飛んできた砲弾の品質が低いため、標的に命中しなかったり、適時に爆発しなかったりしたと明らかにした。韓国国防部は最近まで北朝鮮がナジン港を通じてロシアにコンテナ2万個余りが搬出されていたと推定している。コンテナ2万個に 152mm 砲弾を最大限積載した場合、約940万発規模となる。韓国軍関係者は、ロシアが北朝鮮ミサイルを使っていて、韓米が引き続き共同追跡中としながら、戦車砲弾、携帯用対空ミサイル、対戦車ミサイルなども支給した可能性があると分析した。北朝鮮は自国内の約200個の軍需工場をフル稼働してロシアに武器を渡しているものと把握される。これに先立ち、ウクライナは6月、ロシアが戦争で使用している 122mm、152mm 砲弾の 60% はロシア国内で生産し、残り 40% の相当数が北朝鮮製と明らかにした。当時もロシアは武器の性能よりは数量の確保に優先順位を置いているという分析が提起されていた。当初北朝鮮の兵士たちがロシアにいるかどうかについては NATO やもしくはアメリカはなかなかこれを認めず情報が遅れ気味でした。しかし現在ではさすがに様々な情報が出てきたことから北朝鮮軍兵士がロシアにおり、そして戦線へと投入されるのも秒読み段階となっているようです。これに伴って北朝鮮軍の兵士たちが戦闘に加わることになれば、NATO はこれを事態のエスカレーションだとして、ロシア側に対する対応として軍事支援の段階をもう一段上げるべきだという議論がなされています。
ただしそれは本来であればもっと前に規制を緩和すべきであった。例えば、供用品のロシア本国領に対する使用、この規制を取り払うといったような、少々生ぬるいような対応にとどまりそうです。北朝鮮が積極的にロシア支援を行い、そしてまさに実利を得ようとしていることに関しては、もっと注目すべきでしょう。たとえ兵士が数が少ないからといって、これを軽視すべきではありません。最も注目すべきなのは、紹介した記事の最後に出てきた北朝鮮は軍需工場をフル稼働しているという点です。北朝鮮としてはこの戦争はまさに彼らにとっての戦争特需です。ロシアはエネルギー資源も食料資源も北朝鮮が欲しいものをたくさん持っており、別にお金だけではなくて物々交換であろうとも彼らにとっては非常に今回の戦争に関わることのメリットが巨大なのです。ましてや国連による制裁が行われていたというこの状態の中で、その国連の常任理事国によってこの制裁を完全に打ち破るような状態が生まれたわけですから、北朝鮮としてはこれが大歓迎なものです。また最後にご紹介した北朝鮮の砲弾については非常に不発弾、品質が低いといった話も出てきましたが、このニュースでは2つのポイントを見なければなりません。単純に北朝鮮製の兵器、弾薬類については物が悪いんだなといったところを注目して、ただ単にお笑いネタのようにして消費するといったやり方もあるでしょう。しかし戦場の現実において重要なのは不発弾が多いかどうかではなく、総量として非常に多くの砲弾がロシアに渡っているということです。たとえ不良率がロシア軍の10倍、20倍あろうとも、全体の総量としての砲弾が増えればその分だけロシアの攻撃力が上がるというのは間違いのない事実です。それだけに本来であれば北朝鮮に対する国連の制裁を強化するのが筋なわけですが、先ほども述べたようにその国連の制裁というのは国連の常任理事国であるロシアによって完璧に破られている状態ですから、もはや機能はしていません。であるならば直接的にウクライナ支援を強化すべきといった段階なわけですが、各国ウクライナ支援のための税金投入をもっともっと増額しようといったことはなかなかできてはいませんから、ウクライナが軍事支援の強化を訴えてもなかなかこれの対応ができていないのが現状です。そしてこの先の大きな不安定要因は何といってもウクライナ支援の大黒柱であるアメリカがどうなるかは大統領選挙の結果によってかなり左右されるという点です。現在のところアメリカの大統領選挙はバイデン大統領が立候補の取りやめ、そしてカマラ・ハリスに変わった直後においては非常に接戦だろうという話になっていたわけですが、時間の経過に伴って徐々にハリスの支持率が頭打ちとなる一方において、トランプ氏が徐々に接戦州などでの支持を伸ばしていると言われています。このためトランプ氏の勝率が高まるに伴って彼自身のウクライナ支援の姿勢がロシアを大いに後押ししているような状態でもあります。今後のウクライナ情勢を左右するのはアメリカの大統領選挙ということになるでしょう。アメリカの国内問題であれば日本にとっての関心事ではあまりない点がありますが、こと国際情勢の話は様々なところでアメリカの関与といったものが欠かせません。台湾有事にしてもそうですし、その時に在日米軍がどう動くか、そして日本との関わりはといったところも当然のようにアメリカの方針がどのようなものであるかによっても左右されます。日本国内だけを見ていると防衛費を増額するなんて馬鹿げていると非難する政治家もいるわけですが、国際情勢を見ていると全く話は別で、自分の国は自分で守る、そのための準備は進めなければならないというのがより切実な時代へと突入していることを私たちは知らなければなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。